おはようございます。画家のギソです。今日はですね、ちょっとテクニック、水彩の基本的なテクニックと、ちょっと応用したテクニックというのを、9つ、9個ですね。もう基本的なのは6つ、応用的なテクニックは3つ、お教えして、この新緑の、安曇野を描いてみようと思います。かなり大胆に描いていきますので、とにかく今日は丁寧に、そして初心者の人でも、上級者、自称上級者の人でも、楽しんでみてもらえる動画となっているかなと思いますので、ぜひ、最後まで、よかったらご視聴いただければと思います。それではちょっと早速、基本的なテクニックからやっていこうと思います。まず、透明水彩の本当に基本的なテクニックは重なりですね、重なり。で、重なりというのはもう本当に、読んで字のごとくです。もう読んで字のごとく。例えば、ですね、ここに、青を乗せますと。ね、青。そして、黄色ですね、黄色。そしてこれが重なると、どうですか？当たり前のことですけど、ここのところというのは、緑色になりますね。緑色になります。こういう重なり、透明水彩はこの透明ということで、重なって緑色になるということが透明水彩の大原則でございます。じゃあ次はですね、技術としては、次はですね、グラデーションというのを少しお見せしようと思います。で、書いて、で水を例えばこういう風に塗ってあげたり、書いて、で水で薄めていって、我が家には恐竜が2匹おります。そしてもっと例えば濃くしてみようとか、同じ黄色ですけどもね、こういった感じでグラデーションをかけることができる。これがやっぱり透明水彩の基本的な技法でございます。ぜひぜひこういうグラデーションというのも活用してみてください。で、続いての技法はかすらせるという方法ですね。で、ちょっとこう水気を少し少なめとかにして、筆の水気を少し少なめとかにして、かすらせる。かすらせる。水気を少なめにして、かすらせる。で、こういったことも意外と使えます。ちょっと見えにくいので緑色とかで、かすらせる、かすらせる。こんな感じだけでも何か木々の雰囲気とか出てくるんじゃないかな。水を少し少なめにする。で、こういったことも基本的な技法かなというふうに思います。かすらせる。私もたくさん、YouTube の動画を作ってきて、ようやく皆様が求めている技術的な部分が少しだけ分かってきました。かすらせるということですね。次は、スパッタリングという方法ですね。で、ちょっと周りにも絵の具が飛び散ってしまいますので、何か紙かなんかでガードとかをしておいたら、失敗はしにくいです。少し毛先の硬い筆を用意して、豚毛とかですね、で飛ばしてあげる。ティッシュじゃない方がいいです。はい、ガードはですね、スパッタリングというふうに言います。黄色とかも、かかりたくない部分は何か紙を引いておくなりなんなりマスキング的な役割をするようなことをしてあげて、ぜひこういうこともされてみてください。これスパッタリングというふうに言います。よいしょ。そして続いてはハッチングですね。ハッチングというのは線を重ねていく技法で、もともとはテンペラ絵の具という油絵の具のより以前の技法から生まれた方法ですよね。テンペラ絵の具とか、フレスコとかでもできます。このようにクロスとかでハッチングをして、少しずつグラデーションをつけていったりとかする乾きが早い絵の具などで使われる技法だったりします。細かい描写とかをしていきたいときに、こういうハッチングと呼ばれる。何かを書けばよかったね。という技法があります。これも青だけじゃなくて、黄色とかいろんな色とかで、こういうのをハッチング、線で重ねていくことをハッチングというふうに言います。もうまだまだ技法あるんですけど、何を最後選択しようか迷っていたんですけど、そうか忘れていたぞということで、にじみですね、にじみ。例えば
ね、水を先にこう引いておいて、例えば先に引いておいて、ここに例えばギュッとこう置いてあげたり、ちょっと赤とか入れましょうかね。少しギュッとこう入れてあげたり、グラデーションと近いですけど、こういう風にこうにじませてあげることによって、なんか紅葉したような葉っぱに見えてきたりとか、したりしますよね。水だけでやっておいてとか、普通にこう描いた後にもまたにじみとかじゃあこんな感じで柿の葉みたいなね、奈良の特産柿の葉寿司の葉っぱみたいな感じが描けたりする、これにじみとかも非常に基本的な技法かなというふうに思います。少しこう拭き取るというのも基本的な技法ですけどね、今回はそれはちょっと省略しておりますけども、こういったのがすごい基本的な技法かなと。そしてちょっと上級者というかですね、そんなに難しくはないです。マスキング液ですね。今回はこれ使いましょうか。こちらのですね、ホルベインさんのものですね。こちらを少し使ってみましょう。マスキングとかをしておいて、私はだいたいスティック状のを使うことが多いです。筆とかを傷めやすかったりするので、僕はちょっと筆の扱いとかが荒いので、少し乾かすのを待ってる間に、もう一つこちらの方ですね、ジェッソっていうのも面白かったりしますので、ちょっとマスキング液との違いみたいな感じで見てもらえると面白いかなと思います。こういったものですね、ジェッソで、何かこう皿とかですね用意しておいて、そちらに出して使えばいいかなと思います。こういった皿を用意して、マスキング液は透明になってきますからね。よいしょ。同じように似たような感じで書いておきましょうか。どういう効果が現れるのか。アクリル絵の具です。アクリル絵の具なので、乾いたら取れません。で、例えばこういうのを少しこう塗っておいてみたりとか、筆で描きます。アクリル絵の具で筆はすぐに洗いましょうね。使い終わったらね。これ2つ。しっかりと乾いたマスキング液とジェストですね。この2つにちょっと色を塗ってみましょう。ビュー。やっぱりこうある程度濃く塗った方が効果っていうのは出てきます。ちょっとジェストが乾いてなかったかもしれないです。同じような感じ。マスキング液の方は、ちょっとこう完全に乾かないと取れないので、その違いみたいなのを見て、ください。で、これがまた乾くのを待ってる間、ちょっと塩というのをやってみようと思います。ただこれは塩をまくだけなんですが、今日ちょっと使うであろう色を多めに使っていってます。安曇野を描いてみるという動画がメインでございますので、こういう感じで、塗ってで、そこに普通に塩をですね、ほんの少しだけパパ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 で、こういうのも少しこう多めに置くところもあったりとかね、あんまり置かないところもあったりとかして、こんな感じで置いてみると。で、これが時間が経ってどんどん塩が絵の具を吸っていきます。水と少し、この3つは乾くのを待ちましょう。
で、しっかり乾きましたのでマスキング液を剥がしていくと。そうするとかなり白い縁になる白いマスキングが出来上がります。で一方、ジェッソなんですけども、マスキングほどはクリアではないけども、これも一応マスキング的な効果が出てきますので、これもやっぱり使えるんじゃないかなというふうに思います。こちらの方はなんかしっかりと出ます。ただ、失敗することもありますし、こっちはちょっと薄く出る感じですね。で、塩の方はちょっとこれ出悪いですけど、こういうふうな星状のなんか、少しもっと、出ることがあります。ちょっとドライヤーで乾かしてしまったせいか、周りが一気に乾いてしまったので、こういう時は自然乾燥でやるともっと塩の中にぐーっと水分とか持っていかれて、綺麗ななんか星状みたいなのになります。でちょっと今回お見せしていないのはもう一つ、例えば拭き取るということもできますので、拭き取るということもぜひ水だけでジュ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 ッとやって、ティッシュとかで拭き取ったりとかっていうのもあります。ね。こういったのも基本的な技法、少し応用的な技法かなというふうに思います。こういうのも少し、例えば葉脈のとこだけ、これは濃い絵の具じゃないとなかなか拭き取れませんっていうか、効果はあまり見られません。濃い絵の具。こういうね、拭き取るということもできます。といった技法ですね、を活用しながらですね、今日は安曇野の大王わさび園の新緑を描いていこうと思います。ぜひぜひちょっと楽しんでみてみてください。これとこれをやります。かやぶきのこういうのを少しやってもいいですね。ジェッソで少しマチエールじゃないですけど、少し例えばザラザラとやっておくのもありかも。次は、マスキング液を使ってみます。で、先ほどよりもっと明るいところみたいなのを探して、塗っていきます。横の水平のですね動き、水の動きに合わせて、塗っていく。私は結構素早く塗ったりしていきます。それによって擦れたりとかですね、そういう表情が出てきます。
それでは完全に乾いたら描いていきますが、まずこのグラデーションとこのにじみというものを使いながら土台となる、色を塗っていこうと思います。土台となる。土台って何ですかってよく聞かれますけども、透明水彩はこういうふうに重なりを用いて、深みを出していくんですけども、その重なりの土台となる、例えば影の色とかを少し、グラデーションとにじみを使って描いていきます。特に使うであろう色を少しご紹介しておきましょう。ウルトラマリンライトですね。ウルトラマリンライト、ビリジャン、そしてこれはすごく使うと思います。こちらですね、カドミウムグリーンペール、これがすごく使うであろうという色ですね。でちょっともう多めに出しておきます。オキサイドオブクロミニウム、こちらですね。あとはバーントシェンナ、バーントシェンナ、バーントアンバー、プルシャンブルー、プルシャンブルー、セルリアンブルーネオ。おそらくこのぐらいがかなり多く使う色だと思います。まずにじみというので、描いていこうと思います。木の、影となる色を今回は相当しっかりと濃く塗っていってみましょう。相当濃く塗っていってみましょう。寒色系をですね、少しこう強めにぐーっと置いてみて、で、今は単色で描いてますけども、で少し例えばバーントシェンナを混ぜてみて、ちょっと茶色のような少し茶色を入れてもっと深みを出しつつ、ですね、でちょっとバーントシェンナみたいな色を入れると少しこう緑みがかった感じになりますよね。ジェスを乾かして、バーンとアンバー、より濃くなっていく。これがにじみですね。にじみとかっていうのを活用しながら描いていってます。少しまたこうにじましましたね。ちょっと今ビリジャンを入れてみました。大きな作りというのをどんどんと作っていってます。これにじみというので下地として、今置いていって、大きな濃淡をまずつけます。もう大きなもうコントラストの強い感じにしていく。写真とかでもそういう風にコントラストを強めたりできますよね。この仕事をしっかりとにじみとかこの偶然性みたいなのを今の段階でしっかりとつけておいてあげてください。コントラストの強い状態にしておく。またプルシャンブルーを入れてね。少しこうにじみまたはグラデーションといった感じで、やっていってます。グラデーション、このパーツの中で少しグラデーションのような印象はあるかなと思います。少しかすらせみたいな、はっきりと技法の線引きみたいなのは難しいのですけど、ハッチングまたはかすらせみたいな感じで、描いていくところがあったりとかして、この辺はジェストとあれがですね、マスキング液が入り乱れているという。でちょっとこう茶色っぽいなと思ったら、少し先ほど紹介しませんがイエローカみたいな色とかを少しこう入れてみたりとかして、
かすらせるような感じも少しやりながら、バーンとシェンナとプルシャンブルーを混ぜて、少しハッチングかかすらせるかみたいな感じでやっていったりとかですね。でまだこう乾かないうちにまだ起きたいなと思ったら、その瞬間にこうにじみみたいな使ってみてください。ググググググと少しこう輪郭が乾いてきたなっていうのが見えてきますが、まだいけるぞと。で少し、オキサイドオブので、少しかすらせるような感じとかで、この辺りとかは書いていってみましょうか。かすらせかすらせかすらせ、よいしょ。かすらせ。あとはこっちの方も少しこう、ここの辺にしましょうかね。濡らしておいてやるパターンもあります。ちょっと薄いなと思うところ、絵の具自体が薄いなと思うところは少しこう水だけにしておいて、そこににじみそしてこうカドミウムグリーンペールかな、少し見える水の中の、これは何ですか、苔ですか、ということを少しして、大きな作りを作っていってます。こういうところは少し、光の横というのは少し強く見えるというところとかはかすらせたりとか、下の絵の具が弾いたりとかですね、っていう感じで、この辺にちょっと濃いなと思う色があったら、こういうところを思いっきりまたプルシャンブルーとバーンとシェンナみたいな色でグググググググ、少し横のこう線を多めにしながら描いていかれるといいです。水の流れですね。今度こっちの方の土台を描いていきます。その際に全体を見ながら、こっちの方で足らんこととかがあったらまた手を加えたりとかしながら進めていきますけども、大きくいきますね。バーンとシェンナ、プルシャンブルー、木々の土台は少し、グリーンがかった感じにしておいて、ラフィーニ、ナムラのラフィーニというのを使っております。で、水車とか木なんていうのはもうちょっと青みがかった感じの下地にプルシャンブルー、バーンとシェンナしていきます。グググググググ。でまたにじみとかを使いながら水を入れてみたりとか、水車のでちょっと青が強すぎるなと思ったらまたバーンと、これバーンとシェンナ、バーンとシェンナとかバーンバーンとアンバーも使ってますね。すみません。そういったもので、少しこう土台をどん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 と作っていってます。ここのとこはかやぶきの屋根ですので、少し弾いたりとかしながらまた、少し、かすらせる、ドライブラシとも言いますけど、少しこう使っていきましょうか。
ね、この辺りとかに少しかすらせるようなで筆のこう方向みたいなのをちょっと豊かにしながらいろんな方向とかで少しこうで叩くような感じとかですね。で黄色ですね。パーマネントイエローやったかな。カドミウムイエローレモンみたいなの色をもちょっとレモンみたいな、これ草壁さんかなもしっかり出しておきましょう。あまりこう水をつけずに、かすらせるように本当にこうかなり、透明水彩っぽくないかもしれないけど、少しこう原液の絵の具みたいなのを置いてみても面白いです。この原液の絵の具みたいなのを置いているところっていうのは他の効果が結構出ますので、要はこの絵の具を使ってまた別の効果みたいなことができるんですね。要はあまりこう水をつけてない絵の具でこう描いておいて、またかすらせて描いていったりとか。少しこう葉っぱの方向とかに少し向かわせながら、このぐらいでちょっと一旦完全に乾かしてみたいと思います。乾かしてみましょう。では絵の具が、少し乾いてまいりましたので、テクニックのですね、今やってきたのはこれとかこれ、今はまだ剥がしてませんが、これとかこれとかですね。これですね。これが多かったですかね。これも例えばこういったところはグラデーションになっているかもしれませんしね。こういうのはもう本当にいろんなところに使われております。では次はこのスパッタリングとか塩とかあたりを少し、重なりも入ってきますかね、やっていこうかなというふうに思います。で、この上とかに絵の具ジャバッと乗せると溶けてきてしまったりするので、例えばこういった霧吹きなどでシュッ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 、ね、少しこういうふうにしてみて、で硬い豚毛の筆みたいなのを用意しておいて、少しこうスパッタリングとかすると下の絵の具が水がついていないところとついているところで印象がまた変わってきたりもしますよね。ちょっと足らなかったらもう少しこう霧吹きでシュッシュッシュとかするとまた印象変わります。もう少しこう明るめのグリーンをスパッタリングしてみようかなと。そうするとにじんできたりとかですねしますよね。下の絵の具が少し溶け出してきたりもする面白さもあるかもしれませんですね。少し、ウルトラマリンブルーみたいな色と混ぜ合わせたグリーンみたいなのも少し入れても面白いですよね。少し下の絵の具と相まって、にじみがまた出てくると。こっちの方に飛ばしてるからこっちの方に行ってますけどね、わざとやってますよ。でこの例えば上とかにポロ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 と塩をですね巻いてみたりしても効果が出るかどうか分かりませんが、少し巻いてみたりとかもしました。もうちょっとこの辺も少しでまだ水が乾かんうちにこうちょっと色を塗ってみて、ね、スパッタリングのところが全部消えてしまうとあれですけど、少しこう置いてみたりとか。
でまた塩を少し巻いてみたりとかして、あんまり効果出ないかもしれませんが、巻いてみたりとかしてみましょう。特にここのところの新緑とかですね。自然乾燥でちょっといきたいと思いますので、その間、他のところも少し描いていきましょう。あと使っていない技法はスパッタリング、にじみ、かすらせ、グラデーション、重なり、マスキング、あとはハッチングとかですね。大体の技法を使っていったということです。でもちろんまだ全然ですけども、ここから少しずつこう詰めて、同じようにこうグラデーションをつけたりとか、また2層目もにじませたりとかしていきますので、ちょっとそういうところを注目しながら、ここから少しスピードアップしていきたいと思います。こういうところとかはそのまま放っておくんじゃなくて、少しブルーとかを少し、私は個人的には白とかも入れていいんじゃないかというか、白も私は使っていきます。あまりこう細かいことは考えません。重なり、かすらせバーンとアンバーかもしれません。すみません。乾いてないところも少しこう慎重に、筆を少し置いてみたりとか、少しこういうところも絵の具を置きながら、普通の人は乾きを待つんですけど、私はせっかちチャンピオンということでございます。向こうに見える、こういう境目はすごい慎重に奥に抜けていく形みたいなのは慎重に描いてください。ところとかですね。それでは、最後マスキング液をちょっと剥がしてみて、
最後の描き込みをしていこうと思います。マスキング液を剥がす、ものも売ってたりしますけど、私は指やあとはゴム手袋ですね。ゴム手袋などを使って、あと塩ですね。塩を少し取っていって、あまり塩の効果は正直出なかったです。もっと多分たっぷりと水と絵の具のしっかりつけてやって自然乾燥というのが理想なんでしょうね。ぜひ皆さんも試してみてください。うまくいったよとかね、教えてください。枝やらこういうところはすごく大事に慎重に描いていきます。で、生の白に近いような色とかは薄くこうもう一層ぐらい塗ってみたりとかして、少し薄くこうね塗ってみたりとかして、ちょっと濃すぎたなと思ったら拭き取ってあげたりとか。空がですね、少し青い空が、綺麗な青空が映っていて、少し青がビビッドな鮮やかな青が少し感じられるぞとかですね。生っぽすぎるかなと思ったら少し、色をつけてあげたりとか。で、木々の緑なんていうのも拭き取ろうかなと思ったら少しジュグ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 ってやって、ポンとかやって、より複雑にしていきながら、拭き取ったりとかしてポンと。ポンと。色がついている白もあったりとかして、少しですね生の白みたいなのを全画面の中で少し減らしていく作業をしていきます。チャイニーズホワイト。もう透明水彩でも僕は案外こういうの使ったりも、していってます。皆さん、塗り残すことが絶対やってる人は別にやらんでもいいと思いますし、私みたいに、出来上がったもんが良ければいいかなぐらいの人はやってみてもいいかなと思います。ちょっとチャイニーズホワイトをブリッと。ポスターカラーの白に関しては少しこう柔らかい、チャイニーズホワイトにしては少し硬いっていう感じかな。例えばこのブルーと白を足して、
鮮やかな空色みたいなのを作って少しかすらせて描いてあげたりするとね、水の雰囲気がより良くなってくるかもしれませんしね。もっと生の白に近いようなのをここの木の光のところに、少しかすらせて描いてあげるという感じでも面白いです。こういうのをドライブラシと言います。少しかすらせて描いてあげたりあとは新緑の緑なんていうのも少し筆先をこれなんかはもうちょっと傷み出しているなという筆を毛先をぐっと広げてそこに白と緑みたいなの入れて少しこういうところにカカカカカカと置いていっても面白い。不透明の絵の具に近いですけどそういった表情みたいなのこれもドライブラシかすらせみたいな方法の一つですけども置いていってみてもいいかなと思います。という感じで、いかがだったでしょうか。でこういう作品になりました。もう少し最後解説して、載せておきますのでよかったら最後までご覧いただければと思います。こういった様々な技法テクニックを駆使してみるということで皆さんの上達のスピードはどんどん早いかなというふうに思います。ぜひ新緑のシーズン描かれてみてはどうでしょうか。それでは本日もご視聴ありがとうございました。では。